こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、お金の話をしたいと思っています。あと、ちょっとお知らせなんですけど、私、このチャンネル以外に、あきこビジネスチャンネルっていうのをやっています。ずっとやってなかったんだけど、また結構撮り始めていますので、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。なんでこのビジネスチャンネルやってるかっていうのは、結構ね、仕事得意なんですよ。スピリチュアルを、スピが好きで、だからこういう世界に入ったっていうよりも、私はね、仕事でやってたら偶然もうそれがスピだったっていう感じで、興味があるのは結構ビジネスとか仕事っていうところにものすごい興味があったり、お金とかもだからそういうすごい興味があった分野なんですね。そうだからそこを結構理論的というか現実的にあの形にしてきてるので、そこで私がやってきた実践してきた内容などを、どんどん出していきたいと思っていますので、やっぱりねこの仕事の仕方っていうところが変わる時なんですよね今って。でネットを使った仕事の仕方とか、YouTube もやってるしサロンもやってるし、なんかいろいろこう参考になることが多いんじゃないかなと思ってどんどん出していきたいと思ってますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。で今日お金の話ですね。お金の話で、お金ってやっぱすごく意識が向くことなんですよね。本当に意識が向くことで、やっぱりこう切っても切れないことじゃないですか。だからねこのねお金に対して、どういうふうにすればお金が増えていったりとか、なんてお金の回りが良くなったり自分の希望通りになっていくかっていうお話をしたいと思っています。でね、一番はやっぱりそのお金に対する観念っていうのがものすごい入ってますので、お金に対する観念が自分がどういう考え方が入っているかっていうことに気がついて、それを外していくっていうこととか、気がつけば外れていくから、外し方はいろいろやってますけど、ブロック解除とか統合のワークとかで、なんだろう、私お金は魔物だとかさ、お金がなくなるとか、そういうところに意識が向いてますので、そういうところを書き換えていくといいと思うんですね。でこのね数字を追うんですよ。お金ってものすごい、お金って数字のその残高のこうなんていうのかな、通帳の金額がなくなるじゃないですか。なくなっていくじゃないですか。数字が使えば使うほどだんだん減っていくとか増えていくとかっていう感じで、数字に強く意識が向いているっていうことと、あとはだからそのお金に対しての観念ですね。ここがね一番その意識が向いて嫌な気持ちになってるから、そうお金に対しての、観念を書き換えるっていうことをやっていただくといいと思うし、あとは数字見ないあんまり追わないっていうことがいいと思います。だいたいねお金払う時とか使う時にやっぱりね減っていくとか増えていくみたいな感じで、減っていくが多いかな、なくなっちゃうって気持ちで出すっていうことが多いかもしれないから、そのあたりのとこもあんま意識向けないようにするといいと思います。でじゃあねどういうふうにしていけば増えていくのかっていうことだと思うんだけど、お金ってさあんまり意味がありそうでないというか、やっぱりその貨幣システムってすごく地球的というかさなんていうのかな、すごいこう複雑になっちゃってるんだけど、実際は物々交換みたいなものにお金を本当は最初使っていて、なんか最近はもうさお金に強く意識が向くようになってる。最初はだから物々交換の道具だったのにこんな形になっちゃってるっていうとこがオチなんだと思うんですよね。だからあんまり意味がないっていうか、実際はエネルギーなんだと思うんですね。そうだからそれに対しての本当観念を書き換えるってやっていただくといいと思うんだけど、強くそれに対してさエネルギーなのにあんまり意味がないのにものすごく意識が向くし、いろんな感情が揺さぶられるんですよ。特別意識をだから持ってる方は書き換えるといいと思うし、その揺さぶられる感情なくなっていくわははみたいな感じになりやすいから、そのあたりのところを、数字を追わないとか、エネルギーなんですよね。で、宇宙的に言うと要はもういつも豊かなんですよ。私たちって豊かさの中にあるんだけど、お金に強くフォーカスしていたりお金のところに意識がすごく向くっていうパターンがあるから、ここに対しての意識がぐーってさ小さく入り込んでいくから苦しいんですよね。
だからここら辺のところを書き換えていただくといいと思います。あとは、じゃあどうやったらさ増えていくかっていうところなんですけど、やっぱりね、与える側になるっていうのがいいと思うんですよね。与える側、要はその豊かさを循環していくっていうことになってくると思うんだけど、会社で働いているとお金の循環っていうのがどうしてもその会社のお給料日か、1ヶ月に1回だとしたらお給料日の日に強くフォーカスしてるでしょ。だから一生懸命その自分が与える側になるっていうのはお給料日のところでもなんていうの、会社に属していて、そこでこう自分の時間っていうのを与えているわけだから、そこでまあ対価をもらっているっていう。でもさ、その与えるとこがちょっと一つみたいな感じになっちゃってると思うから、で、しかもさお給料日にすごくフォーカスしているので、結構お金の入りが悪かったりするんですよね。それはいいんだけど、そこ以外にもうちょっとこう与える側になっていくっていうのかな。いろんなものを提供していく。だから例えばこの YouTube だってこう動画を撮って何かコンテンツとして自分がこう自分は何もないって結構思い込んでんだけど、なんか与えられるっていうか、自分が持ってるノウハウを提供していくってこと、与える側になっていくってことなんだけど、これをどんどんやっていくと喜ばれて、やっぱり対価、お仕事としての対価を受け取っていくようになるんですよね。だから豊かさの循環なんだけど、自分がやっぱり受け取るばっかりだと、なんていうの、動画とかも見てばっかりだと意外とやっぱ面白くなかったりすると思うから、今度自分が発信する側になるってこと、与える側になっていく。これは別に YouTube だけじゃなくてブログとかでもいいと思うし、Instagram でもいいと思うし、Twitter でもいいと思うんだけど、なんかお仕事と絡めて自分でだから与える側になるってことは仕事かな、簡単な副業とかでいいと思うんだけど、何か小さなことでいいから自分自身が与える側になっていく、仕事をこう提供する側っていうのかな。大きい名前というか、名前で言うとだからなんていうの、企業みたいな、自営業みたいな、大きくなるとそんな感じの名前だけど副業でいいんですよ。だけどなんかこう与える側になってみるってことですね。わかるかな。そうなると与えていくから、こう受け取るところがこっちからも、じゃあ例えば私だと YouTube やってて、なんかそれで受け取るものがお金以上のものを受け取っていたりとか、でも自分が出しているからこうやって受け取るわけじゃん。で、例えばじゃあサロンだとしたらサロンもこうやってやってるからなんかそういう与える側っていうところにいろいろやってみる、収入源がいっぱいある状態になるんですよね。だから自営業みたいになるのかな。副業で全然いいんですよ。もっと小さなことでちょっとやってみようっていう意識でいいと思うんだけど、やっぱりね、会社員みたいな一つだけの収入源に頼っているともうね、心がすさんできちゃうよね。そこでいっぱいもらってんだったらいいんだけど、なんか会社の業績でさ、なんていうの、会社がだんだんね不景気になってきて、今なんてね本当に結構苦しい会社とかもそうだから多いと思うからね。そうするとさ、そこに左右されてってなるじゃないですか。それをずっと当てにしてるだけではなくて、自分が何か提供できるものにチャレンジしていく、与えていく、与えるっていう言い方かな。できることをなんかやってみるってことはね、チャレンジしていく。そうっていう感じでやっていくと、なんかね、いろんなところからいろんなこう豊かさが来るようになると思うから、難しく考えないで与える側になってみる。与える側っていう言い方かな。でも受け取る側じゃん結構。例えば会社にさ属してるってことだって、その会社がその場をさ、職場を与える側になって提供してるからそこで働いていて、受け取りながら自分も与えてってやってるんだけど、職場が用意してるものを与えてもらってるから自分がそこで働いて、受け取ってっていうことをやってると思うんだけど、ここをもうちょっと自分自身が小さいことでいいから与える側になってみるってことだね。であと仕事に絡めていくっていう感じでやっていくと、
いいと思いますね。なんかお金の観念が結構外れてくると思うんですよ。あと豊かさを受け取っていく、なんか喜ばれたりして豊かさを受け取っていくようになっていくと思うから、やっぱそのあたりの観念も外れてくるんじゃないかと思うんですね。うん、これがね多分一番早いんじゃないかなって。やっぱりさ、お金ってどうしてもどっから入ってくるのかなみたいな感じで、だってこれしかお給料日はここなんだから、ここでもらえる金額以外にどうやって増えていくのみたいな感じだと思うんだけど、そこだけに集中してたら結局のところどこから入ってくるか、自分が何も動かないでなんか誰かにもらったり宝くじが当たったりってことももちろんなんかそういうことが起きてくるんだと思うんだけど、もうちょっとこう先にアクションが起こせることとしては、自分が与える側になるっていうことですね。メルカリとかいいんですよ。ビジネスチャンネルでもちょっとそういうのをお伝えしてますけど、おかえりなさい。そう、メルカリとかヤフオクとかミンネとか、あと何だったっけ、ココナラとか、そういったところを本当にこう与える側ってやったことないじゃないですか。自分がそんなの提供できるわけないって思ってると思うけど、今はそういうサイトがたくさんあるから、そういうところを使ってちょっと挑戦してみるっていうことをやっていくといいと思います。私とかの場合だと、だから今までそういうことやったことなかったんだけど、スピリチュアルをお仕事した時にもうさ、与える側になっちゃったんですよね与える側っていうのかな、自分のサービスを提供する側に自然になっちゃったんですね。これはだからもう本当に生きるか死ぬかみたいな感じだったんだけど、怖いですよ、自分のサービスなんて受け取ってくれるのかって感じだけど、もうやらざるを得なくなっちゃって、会社員ちょっとスーパー会社員じゃないんだよ、パートもやりながら、こっち側でも副業かな、本業にしたかったんだけど副業でこの与える側を挑戦してたんですよ。でバランス取ってって、そしたら少しずつこっち側の収入が増えてきたから、でこっちが大きくなってこっちだけに移行してったんだけど、ギリギリまでやっぱりこっちのパートの仕事は手放せなかった。怖いから。でもそういう風にしてって、なんか自営業というか自分で仕事をするってことの方に切り替えていったから、なんか自分で提供するっていうことの方に切り替えていくというか、そういうことも自分の選択枠の中に入れていくと、お金の枠が外れたり、入ってくる収入が増えたり、あと受け取ることに結構なんていうのかな、抵抗がなくなる。なんかさ、もらうことにいえいえみたいにやっちゃう人も多いと思うんだけど、あとお金に強くフォーカスしてる方もいると思うんだけど、お金だけを見るっていうよりも、もっとなんかこう日常生活の中に新しいことをチャレンジしていって、与える側になって受け取っていくみたいなところも取り入れていくと、本当にお金の枠が外れてくるんじゃないかと思いますので、よかったらやってみてください。こんな感じで外すといいんじゃないかなと思います。もし無理だったらでもってそういう意識のある方ももちろんそんなチャレンジなんて全然しなくていいから、ただその観念ですね。お金ってエネルギーだから、それに対しての特別意識が自分自身でやっぱり入ってると思うんですよ。回らないっていうのは結構苦しかったりするっていうのは、そこに対してのぐーっとフォーカスして入り込んでいる自分自身の考え方の癖があると思いますので、それに気がついてブロック解除とか統合のワークなどで外してみるってことをやってみてください。あとエネルギーとして捉えるってやつね。はい、やってみてください。ではでは。